皆様こんにちは、セリナです。先日メインチャンネルで7月17日先行発売、8月2日よりリニューアルをするアディクションザアイシャドウパレットプラスの全色レビューの動画をアップしましたが、こちらのアイシャドウは全12色のうち、ヴィンテージ受注、カシミヤドリーム、タイムレスゴールド、マリッジバウ、そしてエアルームジュエルの5色がリニューアル前からカラーを引き継いで販売されます。このリニューアル前からの継続カラーについて先行発売時に BA さんにお伺いしたところ、カラー自体は変化していないけれど処方が変わったことによって粉質が変化したので色味の出方も若干違うというふうにお伺いしましたので、リニューアル前のタイプも使用していたカシミヤドリーム以外の4色のリニューアル前とリニューアル後の違いについてを比較していきたいと思います。リニューアル前後での違いについて気になっている方に少しでも参考になれば嬉しいです。また、リニューアルをした全12色の1色ずつの単色塗りとメイクルックについてはメインチャンネルで動画をアップしておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まず、リニューアル前とリニューアル後、パッケージのデザインを比較するとこんな感じです。大きさや厚みは変わりませんが、リニューアル前は下側にアディクション東京のロゴが入っていますが、リニューアル後は右側に縦に配置されています。太陽光の下で見ると少し赤っぽく光るブラックのカラーは変わっていません。そして内容量ですが、見た目だと変化がないように感じますが、リニューアル前は 6.5g、リニューアル後は 6g と若干リニューアル後の方が少なくなっています。それではリニューアル前は003、リニューアル後は005として登場するマリッジバウから比較していきます。まず手元の数値で1色ずつを比較するとこんな感じで、各カラー結構違いがあるように感じました。まず左上のグリッターカラーは多色ラメのきらめきを感じるところは変わりませんが、ベースのカラーが異なる印象で、リニューアル前の方がオレンジに近いような温かみのあるピンク、リニューアル後の方が少し明るさが出ていて透明感があるピンクになっている感じがします。続いて右上のカラー、こちらの2色は比較的近い印象ですが、やはりよく見るとリニューアル前の方が少しピンク寄り、リニューアル後の方が少しオレンジ寄りの温かみのあるカラーになっています。そして3色目右下のカラー、こちらがこのパレットの中で一番違いを感じました。リニューアル前の方が温かみのあるピンク、リニューアル後の方がかなり青みに寄っているピンクになっています。そして4色目右下のカラー、こちらの2色はかなり似ていますが、若干リニューアル後の方が明るい感じがしました。では手元の数値で一番変化を感じたこちらの左下のカラーをメインに使って同じ手順でメイクルックを仕上げてみて、リニューアル前とリニューアル後の違いを比較していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらはリニューアル前のタイプです。まぶたの上にのせると程よく青みも感じるようなピンクに発色しますね。続いてリニューアル後の左下のカラーです。やはりまず粉質がかなりしっとりとした感じがします。そしてまぶたの上にのせてみると手元で見た時ほど違いは感じにくいですが、やはりリニューアル後の方がより青みが強く明るめのピンクに発色する感じがします。はい、まずは手元の数値で一番変化を感じた左下のカラー、こちら側にリニューアル前、こちら側にリニューアル後を塗るとこんな感じの違いでした。手元で見た時よりも実際にまぶたの上にのせるとそこまで色味の違いは感じにくかったですが、やはりリニューアル前の方が温かみを感じるピンクカラーなのに対して、リニューアル後はより青みと明るさが強く出るようなピンクに変化した感じがします。ただこうして比較してみるとカラー自体が大きく変化したというよりも、リニューアル後の方がさらに粉質がしっとりとして発色が良くなったので、こういった明るくクリアなニュアンスもしっかりと出るようになった分、より青みや明るさを感じるように変化したのかなと思います。上からゴールドのラメが輝くところなどは変わっていないです。続いて右上のカラーを指に取って、こちらを黒面の中心から外側にグラデーションになるようにのせていきます。
リニューアル前は重ねるとオレンジのニュアンスが強く出る印象です。リニューアル後、右上のカラーです。こちらはまぶたの上にのせるとそこまで違いを感じないですが、やはりリニューアル後の方が少し明るくなっている感じがします。はい、2色目、右上のカラーを黒目の中心から目尻に向かってなじませるとこんな感じの違いです。右上のカラーは手元の数値でもそこまで大きな変化は感じなかった分、まぶたの上にのせてもかなりイメージは近いです。ただやはりリニューアル後の方が少し明るめにオレンジが発色する感じがします。発色の良さはそのままに重ねても濁らないクリアな印象になった感じです。続いて右下のカラーを付属のチップの太い面にとって下まぶた全体にのせていきます。リニューアル後も下まぶた全体にのせていきます。高発色なカラーも柔らかく伸びが良くなった感じがしますが、カラー自体は特に変化は感じないです。はい、右下のカラーをそれぞれ下まぶたに塗ってみました。この2色は手元の数値でもかなり似ていたので、まぶたの上にのせるとそこまで変化は感じなかったです。ただ粉質がリニューアル後の方がより伸びが良く滑らかになった感じがするので、高発色なカラーですが肌への溶け込み感がアップしたように感じます。比較するとリニューアル前の方がオレンジより、リニューアル後の方が赤みよりという多少の差は出ています。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心に広範囲にのせていきます。リニューアル後も同様にのせていきます。はい、最後、左上のラメのカラーを黒目の中心から広範囲にのせてみました。ラメのカラーがまぶたの上にのせると結構ニュアンスの違いを感じやすくて、リニューアル前はベースのカラーがしっかりと乗るような印象でしたが、リニューアル後はラメの粒の大きさはそのままに、透け感と透明感が残るようなラメカラーに変化しています。このラメのベースのカラーの発色の違いによって、リニューアル前は全体的にオレンジのニュアンスも強く感じるようなピンク系に仕上がるのに対して、リニューアル後はベースに使った青みのピンクのカラーがしっかりと効いている透明感のあるピンクがより際立つルックに仕上がったなと思います。今回のリニューアルでマリッジバウはよりピンクのカラーに青みが増したのと、全体的に透明感がアップしたように感じました。特に左上と左下のカラーに変化を感じやすかったです。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。続いてリニューアル前は004、リニューアル後は003として登場するタイムレスゴールドです。手元に装置をしてみるとこんな感じで、各カラーにそこまで変化は感じなかったです。1色目の左上はカラーのニュアンスはほぼ同じで、リニューアル前の方がベースにゴールドのニュアンスがしっかりとつく印象、リニューアル後はベースには白っぽく明るめのカラーがつく印象。続いて2色目の右上のカラーが今回のパレットの中では一番変化を感じやすくて、リニューアル前の方がピンクが強く、リニューアル後の方がオレンジのニュアンスが強い印象。続いて3色目、左下のカラーはほぼカラーの違いは感じなく、質感がよりしっとりとした感じがしました。そして4色目の右下のカラーもほぼカラーの変化は感じなく、比較すると若干リニューアル前の方がベーシックなブラウンより、リニューアル後の方がピンクのニュアンスが強いブラウンという感じでした。では、リニューアル前とリニューアル後、それぞれ同じ手順でメイクを仕上げていきます。まず手元の装置で一番違いを感じた右上のカラーを指に取って、アイホール全体にのせていきます。手元で見た時よりも意外とオレンジのニュアンスが強く発色します。続いてリニューアル後も同様に右上のカラーを塗っていきます。まぶたの上にのせるとそこまで変化は感じにくいです。はい、リニューアル前とリニューアル後、それぞれアイホール全体にのせてみました。こうして比較してみるとカラーのニュアンス自体は変わっていませんが、やはり発色がかなり良くなったので、明るいオレンジのニュアンスはそのままに、リニューアル後はしっかりとカラーが楽しめるようになっています。同じくらいの量を重ねていますが、カラーの見え方が結構
構違いますよね。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から外側までシメールとしてのせていきます。リニューアル後も同様にのせていきます。はい、それぞれ右下のカラーを締め色として重ねてみました。この2色はまぶたの上にのせてもカラーや中に含まれているラメの質感なども含めて変化は感じなかったです。続いて左下のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。こちらも同様にのせていきます。中に入っているパール感がより際立っている感じがしますね。はい、左下のカラーそれぞれ下まぶたに塗ってみました。こちらの2色もカラーのニュアンス自体に変化は感じないですが、リニューアル後の方がさらにパール感が増して艶めきがアップしているように感じました。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、タイムレスゴールド、リニューアル前とリニューアル後、それぞれ同じ手順でメイクすると、こんな感じの違いでした。まぶたの上にのせてみると、カラーのニュアンス自体には変化を感じにくかったです。ただ、ベースに使った右上のカラーの発色が結構違うので、全体のイメージとしては、リニューアル後の方が明るく高発色なオレンジになっている感じはします。こちらは特にカラーの変化というよりも、質感の変化を感じられるパレットだなと思いました。続いて、リニューアル前は005、リニューアル後は001として登場するヴィンテージチュチュです。ヴィンテージチュチュはパレット上で見るとカラーの違いを感じにくかったので、手元に出してみてもそこまで違いはなかったです。1色目の左上のカラー、2色目の右上のカラーは、カラーのニュアンスは同じ。3色目の右下のカラーが、リニューアル前の方が白っぽいニュアンスが強く、リニューアル後の方がより発色がしっかりとしている印象。そして4色目の右下のカラーは若干の違いですが、リニューアル前の方が暖色寄りのブラウン、リニューアル後の方が寒色寄りのブラウンという感じがします。それではリニューアル前とリニューアル後、同じ手順でメイクしていきます。まず右下のカラーを指に取って、アイホール全体にのせていきます。リニューアル後も同様にのせていきます。やはりリニューアル後の方が一度でもしっかりとカラーが乗るのと、カラーが鮮やかに出る感じがします。はい、それぞれ右下のカラーをアイホール全体にのせてみました。カラーのニュアンス自体に変化は感じないですが、やはりリニューアル後の方がより鮮やかに高発色にカラーが乗る感じがするので、リニューアル前の方がくすみ系のニュアンス、リニューアル後の方がくすみを感じない明るいニュアンスに発色している感じがします。よりしっかりカラーが楽しめるような感じに変化していますね。続いて左下のカラーを指に取って、黒目の外側から目尻に向かって締め色としてのせていきます。リニューアル後も同様にのせていきます。はい、それぞれ右下のカラーを締め色として重ねてみました。こちらの2色はまぶたの上にのせるとカラーのニュアンスや発色などに変化は感じなかったです。続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。こちらも同様にのせていきます。はい、それぞれ右上のカラーを下まぶた全体にのせてみました。この2色もカラーや質感に変化は感じなかったです。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらも同様にのせていきます。はい、バリーチバウのカラー、リニューアル前とリニューアル後、同じ手順でメイクするとこんな感じの違いでした。こちらのパレットはメインに使った右下以外はカラーのニュアンスに変化を感じなかったですが、右下のカラーに結構違いがあって、カラー自体は同じですが、発色の鮮やかさが異なるので、
全色を組み合わせたメイクでも結構違った印象に仕上がっていますよね。発色が鮮やかになった分、より全体的に青みのパープルのニュアンスを楽しめるようになりました。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。最後はこちら。リニューアル前は011、リニューアル後は012として登場するエアルームジュエルです。エアルームジュエルもパレット上で見るとカラーの変化を感じにくかったので、手元に出してみてもこんな感じで、全体的にカラーのニュアンスの変化は感じなかったです。ただ、今までのパレットの左上のカラーは、リニューアル前の方がベースの発色が強く、リニューアル後の方がシアーでラメが際立つような印象でしたが、こちらのエアルームジュエルに関しては、リニューアル前の方がベースのカラーがナチュラル、リニューアル後の方がベースのカラーがよりしっかりと出ている感じがしました。では、リニューアル前とリニューアル後、同じ手順でメイクしていきます。まず、左上のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとしてのせていきます。リニューアル後も同様に塗っていきます。はい、まずは左上のグリッターカラーをベースとしてのせてみました。まぶたの上にのせるとベースのカラーの発色自体はだいたい同じくらいですが、リニューアル後の方が鮮やかで明るく発色している感じがわかりやすいと思います。リニューアル前の方がくすみニュアンスの明るめ青みパープルなのに対して、リニューアル後はくすみ感のない明るく透明感のある青みパープルになっていますよね。より透明感がアップしたように感じます。引きで見るとこんな感じの違いです。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらも同様にのせていきます。はい、右下をそれぞれミディアムカラーとして重ねてみました。こちらの2色は赤みの強いオレンジに発色するところや中に入っているラメなども特に変化を感じなかったです。続いて右下のカラーを指に取ってペンシルに締め色としてのせていきます。こちらも同様にのせていきます。最後に右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。はい、エアルームジュエル、それぞれ全色を使ってメイクするとこんな感じの違いでした。こちらのパレットは左下の赤みを強く感じるオレンジと右下の赤みパープルのカラーはほぼ同じでしたが、ベースに使った左上のグリッターカラーと下まぶたにのせた右上のカラーに若干ニュアンスの違いを感じました。まずベースに使ったグリッターはカラーのニュアンス自体は同じですが、リニューアル後の方が鮮やかで明るく高発色になっていたのと、下まぶたに使った右上のカラーは若干の違いですが、リニューアル後の方がより深みと赤みが増している感じがしました。そしてカラーはもちろんですが、粉質と発色の良さがかなり変わっていて、リニューアル前は全色を組み合わせるとそれぞれのカラーが溶け合って綺麗にグラデーションになるようなイメージだったのに対して、リニューアル後は4色が調和しつつもそれぞれのカラーが際立つような、重ねていっても濁らないクリアな発色を保っている感じがします。よりしっかりとそれぞれのカラーが楽しめて透明感がアップしているように感じました。引きで見るとこんな感じの違いです。はい、ではこんな感じで7月17日先行発売、8月2日よりリニューアルをするアディクションザアイシャドウパレットプラスのリニューアル前とリニューアル後の比較をしていきました。カラーのニュアンスが大きく変わったなと感じたパレットはありませんでしたが、全体的に発色と鮮やかさ、そして透明感がぐんとアップしているなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。